皆さんこんにちは、旅倉です。今日はこの部屋にある引き出しの使い方を見直していきたいと思います。一応なんとなくざっくり仕分けてはいるんですけど、もうちょっと使い勝手よく物を入れ替えることができるんじゃないかなというふうに思って、その見直しをしていきたいと思います。例えば私はいつもここで動画の編集をしてるんですけど、ここにですね、なんかちょっとごちゃっと書類系が入ってたり、あとは撮影のマイクとか三脚とかが入ってるんですけど、ここに撮影機材関係を集約した方が使いやすいかなと思ってて、こっちにもカメラ関係とかレンズとか、こういうねカメラの掃除道具とかがあったりして、分かれて置いてあるので、この辺はあっちの机に集約してしまってもいいかなっていうふうに思ってます。物を片付けていくコツとしては、使用頻度で場所を分けていくっていうこと、それからカテゴリーで分けていく。前回ここに手芸用品を集約したんですけど、手芸用品を使うときはここにしまわれているっていうふうに分けておくと、物を探す手間が省けます。なのでまずは使用頻度、そして2つ目にカテゴリーで分ける。で3つ目はどこでそのものを使うかっていうところですね。例えばこの引き出しみたいのがあるんですけど、これは以前のお家ではベッドサイドで使ってたんですけど、ベッドサイドで使う時にはこの中に、夜寝る前に使うものだったりとか、朝起きてすぐに使いたい、例えば眼鏡を置くとか、そういう感じでどこで使うかによって入れるものを決めていきます。ソファーの横に今は置いているので、すぐに取り出したいものっていうのはそんなにないんですけど、なのでここは普段別に使わない使用頻度の低いものを入れるっていうイメージで使っていいと思うんですが、そんな感じで今日は引き出しの中身の見直しをしていきたいと思います。あともう一つ大切なのは、まず不要品を取り除くっていうことですね。それは結構定期的にやってるのでそんなにはないと思うんですけど、まずは不要品を取り除くところから始めたいと思います。まずこちらなんですけど、こういう今はあんまり使っていないコード類は処分しようと思います。あとゴミが入ってたのでこれも捨てます。あとここに電池関係とか電球の予備とかが入ってるんですけど、なぜかここにハサミも入ってたので、これは別の場所に移動しようと思います。この辺のコード類は取っておこうと思うんですが、わざわざこういう風に引き出しに入れとくこともないかなっていう風に思ったので、これについてはこの以前購入したケーブルボックスの中に入れておこうと思います。いざ使うってなったらここでさっと取り出して使うことができると。先ほどの予備のケーブルについてはここにしまってしまいます。で収納の容器が一つこれで空きになりました。さっき机の方に置いてあった書類関係をここに入れました。
2段目なんですけど、これはね前の家に住んでた時からの状態になっているので、靴のお手入れ用のグッズが入っているので、使えるかどうかを確認して自宅に持って帰ろうかなというふうに思います。こういうのもね、ずっと引き出しに入れっぱなしだと乾燥して、実はいざ使おうと思ったら使えなくなってるっていうこともよくあるので、ちょっと中身を確認してもう使えないものは処分したいと思います。これで2段目の引き出しが開きました。で3段目の引き出しはフリマサイトとかで結構本を送ったりするんですけど、その時に発送で使う資材がここに入っています。なのでこれはこのまま採用。2段目が開いたので、ここは何を入れようかな、ちょっと考えたいと思います。こちらに入ってた書類を別の引き出しに移動したので、ここの引き出しを使えるようになりました。こちらについては撮影機材とかカメラに関するものをまとめて入れたいと思います。具体的にはこういう充電器だったり SD カードとか、あとは今持ってるカメラには合っていないんですけど、このレンズカバーとかもあるんですが、こういう今すぐ使うものではないなっていうものに関しては、奥に入れて、使用頻度が高いものについては手前に入れます。使用頻度の高いものを引き出しの奥に入れちゃうと、毎回ねこう取り出すのが結構面倒になるので、使用頻度が高いものは取り出しやすいところに置く。そして普段使わないようなもの、これちょっと自分でも忘れそうなんですけど、三脚のカバーとかは、もしかしたら旅行に行く時には使うかもしれないけど、普段は全然使わないので、こういう普段全く使わないようなものに関してはここの奥に入れる。ただどこに行ったっけって分かんなくなりそうですけど一応これでやってみたいと思います。あとはこういうピンマイクだったり、カメラの掃除に関するもの、こう使えるのか一応。ケースもね、なんか使うと余計使いづらくなるパターンもあるので、やりながらこう決めていくのがいいと思うんですけど、あとはね実際入れてみて使い始めてからやっぱり使いづらいなっていうことも結構あるので、こう入れていってもう完璧を目指さなくても全然いいと思います。実際に使ってみないとその辺はわからないので、結局は使いやすさが一番なので、もう綺麗にはまって喜びを感じるっていうこともあるんですけど、片付けをしていてね。だけど綺麗にはまったはいいけど使いづらいだったら全然それは意味がないので、やってみて使いやすさを見て使いながら改善していくっていう心持ちでいいんじゃないかなって思います。電池はそもそもここに入れる必要はないので、これはちょっと別で。ということであれこれちょっとやってみようかなって思います。では次にこちらの小引き出しの中身を見直していきたいと思います。まずは全部引き出しを取り出して、いらないものを取り除いていきたいと思います。かなり引き出しの中ごちゃついております。
でこれからまずはここに入れておく必要がないものを取り除いていこうかなと思うんですが、前回ご紹介したここの引き出しの中ももうちょっと改善の余地がありそうなので、ここもちょっと見直していきたいと思います。先ほど開いたここの引き出しをどう使おうかなっていうふうに考えていたんですけど、ここはあちらの引き出しと比べると使用頻度がそこまで高くないものを入れていいかなっていうふうに思うので、あの引き出しの中でちょっと本当は入れておかなくてもいいようなもの、こういう以前の家で使っていたフックとか電気のコードをこう巻き上げるものだったり、スイッチのカバーとか、ここに入れとく必要のないものかなっていうふうに思うので、こういった普段使うものではない、今は必要のないものをピックアップしてざっくりとこっちの引き出しの方にどんどん移動していこうと思います。どういうふうに収納していくかは後から考えます。では早速やっていきます。この引き出しには工具類がいろいろ入ってるんですけど、ここが実は一番使いづらくって重たいし、なんかこう積み重なって入ってるので、下のものを取るのに結構上に乗っかってるものを取り出さないと取り出せないっていう、やってはいけない収納方法で収納しているのですごく使いづらいですよ。なのでここの小引き出しの棚が一つ開けれたので、そちらの方に分けて工具類は2段使って収納したいと思います。物件の中のいろんな場所の引き出しを見直して、今回はね、やっと納得いく感じで整理整頓できたんじゃないかなと思って、とっても満足してます。また今後見直すこともあるかもしれないんですけど、とりあえず今回完成した引き出しの中身を共有したいと思います。まずはこちらから。この一番上の引き出しは領収書とかそういう書類系をまとめる引き出しにしました。でこれは一応年ごとに分けて、こちらに領収書関係を入れていく。でこの2段目の引き出しはほとんど普段出番がないだろうなというものを
入れました。例えば季節物のクリスマスの飾り付けのものだったり、あと大量の S 字フックとかそういう関係のものですね。それから耐震対策のものをここに入れました。なのでこの引き出しはほとんど開けることがないっていう感じの引き出しになります。この辺のごちゃごちゃしたものがあっちの小引き出しの方にも入っていたので、なんかこう使い方に無駄があるというか、しかもこれ結構重たいんですよね、こういうものって。引き出しの開け閉めする時も結構重たいし、使いたいものがちょっとしか入ってないのに普段使わないようなものが結構場所を占めていたので、それを解消するためにここはもうほとんど普段は使わないようなものを入れるっていう風に決めて、こういう配置にしました。で一番下は最初と変わらずフリマサイトで本を売ることが多いので、その発送用の資材をここに入れてます。それからこちらも普段ほとんど開けることはないであろう引き出し、ここの物件のエアコンとかそういったものに関する取説とか、ここを工事した時に関連する書類関係とか、開業費の内訳の領収書とか、そういったものを入れているので、ここも普段そんなに開け閉めすることはないと思います。カメラ関係だったり PC 周りのものをこの机の一番大きな引き出しの中に集約したかったので、今回こんな感じで集約することができました。カメラのレンズとか、あとはパソコンにデータを取り込むためのものだったり、ウェブカメラとか、あとカメラの充電用のもの、あと SD カード類で、カメラの掃除に使う道具とピンマイク、あとはこれは普段は使わないけど旅先とかで使いそうなものですね。カメラケースとか、あと小分けのポーチとかもここに入れて、旅行先ですぐにさっと持ち出せるようにカメラケースはここに入れてます。これ友達からもらったやつ。それからここに三脚があるんですけど、この辺も普段はほとんど使ってなくて、たまにしか使わないので、旅先にもしかしたら持っていくかなぐらいの感じなので、こういう通常使用頻度の低いものに関してはなるべく奥に入れてます。あとここにあるこのレンズカバーとかも今持ってるカメラにはサイズが合わないので、ただ違うレンズを買った時に使えるかもしれないので、これは取ってあるんですけど、普段使うことはないのでなるべく奥にっていう感じで、手前にはよく使うものですね。このピンマイクとか、今もこの撮影で使ってるんですけど、使用頻度の高いものは手前に置くようにします。ということで、この引き出しの中にカメラ関係、撮影関係の機材に関しては集約されました。それから実はここにブルーレイレコーダーとかプロジェクターが置いてあるんですけど、これらの関連のものとしてリモコンですね。リモコン、あとは DVD とかブルーレイとかをここに入れました。あとこれは今使ってるカメラのケースと、これスピーカーです。なので、ここのリモコンを取り出してモニター代わりとして使用することもできるようになってます。パソコンとつないで編集をする時にもパソコンの画面を大きく見えるようにして使ったりもします。そしてこの一番下の引き出しにはプロジェクターとパソコンをつなぐためのコードだったり、あとは延長コードとプロジェクターの取説もここに入れてます。あとこれはマキタの掃除機の充電器をここに入れました。これがね、結構サイズも大きくていつも置く場所に悩むんですけど、今回はとりあえずここに置いて、
でどこに行ったっけ多分探すかもしれないんですけど、ここがちょうどサイズ高さもぴったしだったので、とりあえずここにしまって使ってみたいと思います。でこちらの小引き出しなんですけど、それでね、今回収納する時に使う例えば小分けのケースみたいなのとかは追加でなるべく買いたくなくて、今回は一つも追加せずに今あるもので整理整頓できたので、それもまたねすごい達成感というか、新しく物を増やさずに綺麗に整理できたっていうので満足してるんですけど、自己満なんですけどね。ということで前置きはこれくらいにして、こちらの引き出しを見ていきたいと思います。電池とちっちゃい電球に関してはこちらに入れました。で手前の方にペンとか、あと詰め替え用の返し、あとここには、普段よく使うものなんですけど、こういうメジャーだったり、あとこのちっちゃいプラスドライバーとマイナスドライバーも結構使用頻度が高いので、この一番上に入れて、あとこれは物の平行を測ったりするものなんですけど、この空気がこの線の間に入ると、このものはまっすぐ飾れてますよっていうサインなので、これがあると絵とかを飾ったりする時にまっすぐ飾ることができて便利です。棚をつけたりする時とかという感じで、ここのそれでこのペンなんですけど、これはね絵の具のケースだったんです。これ水彩絵の具のケースを今回こうやってやってみたら、サイズがぴったりになって超気持ちいいって感じですね。はい、ということで1段目は OK で、2段目は、カッターとかハサミとかホチキス、あと糊とかボンドとかテープ糊とか、そういった関係のものですね。あとこれはシール剥がし、なんかこうフックとか、これも日常的に家で使えそうな画鋲とか、そういう関係。これは無印のケースかな。あとはここにホチキスの針があります。2段目はこんな感じで、3段目なんですけど、これさっき箱を奪われてしまった水彩絵の具たちと、ちっちゃいスケッチブックと色鉛筆と水彩の絵の具、お絵かきセット。全然絵とか描いてないんですけどね、今のところ。でも絵を描きたいなっていう気持ちがあるので、ちょっとずつそういう活動もやっていきたいなっていうふうに思います。描きたいなっていう気持ちがあって、こういうものは買ってるけども、なかなか一歩を踏み出せていないという感じなので、あんまりハードル高く考えずにちょっとずつやっていけたらなというふうに思います。3段目はこんな感じで、4段目は紙物ですね。これも季節によって飾るものを変えたりとか、旅先で買ってきたポストカードとか、そういったものが入ってます。でこちらは、ここ青森県八戸市なんですけど、その観光案内に関するパンフレットとか、あとはバスの時刻表を入れてます。今年の5月末に八戸オフ会っていうものを私のコミュニティメンバーと一緒にやりまして、その時に集めたものなんですけど、また八戸を案内する機会があれば活用していきたいと思います。で次なんですけど、この辺の釘とかプラスドライバーとか、これ系も結構重さがあって重たいんですけど、
以前はこの上に釘とかを置いてたり重ねて使っていたので使い勝手が悪かったんですよね。上のものを下ろしてからこれを取り出したりっていう感じで使っていたので、引き出しをこのように2つに分けて使ってみることにしました。結構使い勝手が良くなるんじゃないかなっていうふうに期待しています。でここはガムテープとか、あと紐、輪ゴムとかが入ってる引き出しで、ここにキャンドル、あとマッチで、ここも結構ぎっしり補充したので結構ここの引き出し重たいんですけど、普段ねキャンドルを使う時はこちらにキャンドルがあるので、ここからさっと取り出せるようにしています。20個ぐらいは入ってるので結構持つんですけど、このカゴの中のキャンドルがなくなったら向こうから補充すると。毎回ここからキャンドルを取り出すとめんどくさいし、引き出し重たいのでちょっとストレスっていうか、そういうプチストレスを解消する方法としてここに普段補充するためのカゴを置いてます。今回こちらの部屋の引き出しを片付けたことに伴いまして、この棚の引き出しもちょっと見直しました。これ陶芸セットなんですけど、実はねやってみたいことがあって、これなんです。オーブンで作る陶器風の雑貨たち。本格的な陶芸よりも簡単に陶器風のものを作れるっていうものなんですけど、こんな風に色付けとかもできてね。以前新しくオーブン買いましたっていう動画も撮ってたと思うんですけど、実はこのオーブン陶芸もやってみたいなって思ってオーブンを買ったっていうのもあるんですよね。これもちょっとチャレンジしてみたいことの一つなんです、実は。このスペースにはオーブン陶芸で使うための粘土が売ってるんですけど、粘土を購入した際にはここに入れようと思ってスペースを空けてます。でここは以前とほぼ変わらずペンキの残りと養生テープとハケット、簡易的な金継ぎをするための道具で、ここも前回とあまり変わらないんですけど、奥の隙間のところに繊維を染色するための染料を置いてます。ということで以上になるんですが、実はねこの物件収納が全然ないんですよ。で私はここに住んでるわけではないので、靴とか洋服とかそういったものは自宅の方に置いてるんですけど、普段使う消耗品とかをどういうふうに収納してるかっていうのをまた次回お見せしたいと思います。参考になったよ、面白かったよっていう方は高評価、まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。で、何か質問等があればぜひコメント欄の方で教えてください。では最後までご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。旅倉でした。